ガンダム作品において、最終決戦における主役機は、決戦を見越して用意された新装備を施されたり、特殊な攻撃を使用したりと、様々な展開を見せてくれることが多々あります。また、機体に特別なチューンが施されていなくても、最終決戦に至るまでの過程で、主人公の能力が大きく成長し、モビルスーツも、そんなパイロットに呼応して、人知を超えた力を発揮してくれるケースも少なくありません。そんなガンダムたちの最終形態は、どのような特徴を持ち、どのようにして、壮絶な最終戦を戦い抜いたのか。今回は、アニメ作品における主役機の最終形態の強さについて見ていきたいと思います。ガンダム。機動戦士ガンダムの最終決戦となったアバオアクーでは、マグネットコーティングを施された RX78 の2ガンダムが出撃しています。ブラウベロとの戦闘の時点で、ニュータイプとしての覚醒により、高い反応速度と操縦技術を身につけたアムロに、ガンダムの操縦系統が追従できない状態となっていました。しかし、マグネットコーティングが施されたことで、ガンダムは従来の3倍近い反応速度を獲得します。最終決戦では、ガンダムはハイパーバズーカ2丁とビームライフルを携えて出撃し、ニュータイプ専用モビルスーツであるジオングでしか相手にならないほどの性能を誇っていました。遠隔操作兵器サイコミュなどの特殊兵装を装備しているわけではありませんが、それでも、ジオングと相打ちに持ち込めたのは、アムロの高い技量に加えて、それに追従するマグネットコーティング仕様のガンダムあってのことということがわかります。なお、ポケットの中の戦争では、アムロ向けに開発されたアレックスに対し、テストパイロットのクリスがピーキーすぎる仕様に驚く様子が描かれているので、いかにマグネットコーティング仕様のガンダムが突出した仕様なのかがわかります。ガンダム EG8。機動戦士ガンダム第 08MS 小隊第08小隊では、主人公シロー・アマダの機体として、ガンダム EG8 が登場しました。EG8 は、あくまで中波した陸戦型ガンダムに、現地のパーツを使用して改修された機体です。そのため、特に、最終決戦用の装備は用意されていません。最終決戦では、圧倒的な性能を誇るアプサラス3との戦いの中、ギニアスの銃弾によって、アプサラス3のコックピットから転落したアイナを、シローは危機一髪で救助しますが、利き腕を骨折。巨大なモビルアーマーを前に、片腕が使えなくなる、絶体絶命のピンチに陥りますが、救出したアイナの力も借りて、アプサラスへ特攻をかけたことで、辛くも勝利しました。EG8 の性能の高さで勝利したというわけではなく、シローとアイナの愛の力で勝利したという印象が強いかもしれません。しかし、EG8 は、満身創痍の状態でも、アプサラスに聖剣好きを叩き込めるだけの出力を持ち、さらに、シローとアイナは生還できているので、ただの量産機ではない基礎性能の高さが伺えるのではないでしょうか。ザク2回。機動戦士ガンダム0080ポケットの中の戦争は、主役は少年のアルなので、厳密には主役機は存在しませんが、ジオンが中心という物語の流れから、ザク2回に焦点を当ててみてみたいと思います。本作では、バーニーが狩るザク2回は、連邦側のガンダム NT1 アレックスとでは、大きな性能差がある上に、ザク2回には、まともな装備がほとんど残っていなかったため、バーニーは、アレックスを森へと誘い込み、ゲリラ戦を仕掛けました。森林の中では、サンタの形状をしたバルーンや煙幕といったトラップでアレックスを撹乱し、ハンドグレネードで着実にダメージを与えていきます。そして、最終的には、唯一残ったヒートホークで、NT1 の頭部、右腕、スラスターを破壊してみせました。クリスにとっては、ピーキーで扱いきれない機体だったとはいえ、圧倒的性能を誇る連邦軍の最新型ガンダムに対し、格段に性能が劣るザクで戦いを挑み、ガンダムと相打ちにまで持ち込むことができたのは、地形を利用した戦術で敵を翻弄したバーニーの作戦勝ちなのではないでしょうか。なお、ザク2回は、ガンダム作品の中では、珍しく、ガンダムを倒したザクということで、特に人気が高く、ゲーム、機動戦士ガンダム、ガンダム VS ガンダム、ネクストのオープニングでは、歴代のガンダムたちが勢揃いする中、ザク系列機としては、ただ一機、肩を並べています。ビグラング。機動戦士ガンダムイグルーでは、最終決戦に、超巨大モビルアーマーであるビグラングが投入されています。ビグラングは、ビーム撹乱弾や大出力のメガ粒子砲に加え、駆逐用ポットであるオッゴの補給地点としての能力も兼ね備えていました。機体の性能だけでも、
十分脅威となる上に、ビムラングを放置していれば、オッゴが補給を受け続けられるため、戦場に与える影響は計り知れないものがありました。パイロットのオリバーは技術屋であるため、特に優れたパイロットというわけではありませんが、それでも、サラミス級やマゼラン級戦艦、そしてボールやジムなどを撃破していたことから、非常に高性能な機体だったことが伺えます。GP-03 デンドロビウム。機動戦士ガンダム0083スターダストメモリーの最終決戦では、GP-03 デンドロビウムが登場しました。モビルスーツと武装コンテナの合体をコンセプトとしているだけあって、戦艦にも匹敵する火力と推力を誇っており、同じモビルアーマークラスの機体でなければ相手にならないほどです。ただ、それほど膨大な火器をパイロット一人で扱うのは難しく、特に、コウは機体の巨大さゆえの操縦性の悪さなどに苦労していたようです。それでも、圧倒的な火力で、ベラーズフリートの部隊を蹂躙し、ガトーのカルノイエジールとも互角の戦いをしていますが、最終的にソーラシステム2の照射に巻き込まれ、勝負はうやむやになりました。しかし、コアモビルスーツのステイメンはほぼ無傷だったため、コウは無事に戦場から生還することに成功。コロニー落下の阻止など苛烈を極めた戦場でしたが、コウが生還できたのは、デンドロビウムの大火力と堅牢さによるものだったことが伺えます。なお、OVA ガンダムイボルブ4でも、ジオン残党が束になってもかなわない暴力的な性能を見せており、その圧倒的な強さを見ることができるようになっています。ただ最後は破壊されているので、高性能機といえど、戦場では一瞬の油断が命取りになるようです。ちなみに、書籍、機動戦士ガンダム公式百科事典ガンダムオフィシャルズによると、デンドロビウムの開発には、モビルスーツ100機分のコストがかかるとのこと。デンドロビウムを量産するのと高性能モビルスーツを量産するのでは、どちらがいいのか、皆様はどう思いますか？ゼータガンダム。機動戦士ゼータガンダムの最終決戦において、ゼータガンダムは、特別な装備などは装着せず出撃しています。しかし、最終決戦において、勝負の決め手となったのは、カミーユのニュータイプ能力に呼応する、ゼータガンダムに搭載された簡易サイコミュシステム、バイオセンサーでした。ゼータガンダムは、戦いの中で宇宙世紀最高レベルまで磨かれたカミーユのニュータイプ能力を、バイオセンサーを通して増幅させることで、様々な人知を超えた力を発揮。シロッコの登場するジオとの一騎打ちでは、死者の思念と同調して機体を動かないようにしたことで、追加バーアタックに成功しています。ただ、バイオセンサーを完全に稼働させるほどニュータイプ能力を発揮したことで、限界に近づいていたカミーユの精神が破綻する原因にもなってしまいました。バイオセンサーとカミーユのニュータイプ能力は、ティファーンズのモビルスーツをはるかに凌駕する力を見せて、勝利に大きく貢献しましたが、代償も高くついた最終形態となっています。ただ、新訳版では、カミーユがテレビ版ほど精神的に追い込まれていなかったこともあり、精神崩壊には至りませんでした。なお、このジオが金縛りに遭うという人知を超えた力は、後に1が機動戦士ガンダムバルプルギスで深掘りされ、新たなサイコミュグリモアという形で描かれていくことになります。強化型ダブルゼータガンダム。機動戦士ガンダムダブルゼータでは、最終決戦仕様として、強化型ダブルゼータガンダムが出撃しています。第一次ネオジオン構想終盤にて、少数の戦力でネオジオン軍と戦えるよう、ダブルゼータガンダムにフルアーマー化前提の強化が施されました。各ブスラッサーの強化、増設による推力の向上や、装甲にタイビームコーティング処理が行われています。ハマーンのキューベレイトの最終決戦では、フルアーマー装備では出撃しなかったものの、大幅な強化により、キューベレイト互角以上の戦いを繰り広げました。ここで、最終的に勝負を分けたのは、ジュドーのニュータイプ能力と改良型バイオセンサーです。キューベレイトの一騎打ちでは、プルをはじめ、フォウやカツなど亡くなった人々の思いを力に変え、分離状態から動かなくなったコアファイターが、コアトップとコアベースを引き寄せ、間一髪のところで合体に成功しました。また、一度使用すればエネルギーはなくなるはずのハイメガキャノンですが、バイオセンサーによる思念の増幅で、さらに高出力なものを発射。しかし、ダブルゼータガンダムは普通に稼働。ハマーンも、ハイメガキャノンを思念で弾いており、モビルスーツの枠を完全に超えた戦いとなりました。なお、ダブルゼータガンダムは、この時代における最高峰の高機動高火力モビルスーツですが、ゲームによっては、
鈍重なパワー系機体として扱われることもあります。ニューガンダム。機動戦士ガンダム逆襲のシャアのアムロ最後の登場機であるニューガンダムは、最終決戦用の特別な装備を施していません。むしろ基本性能を追求しているため、火力よりでも機動力よりでもなく、バランスの良い機体として設計されました。しかし、それがゆえに、サザビーとの戦いでは、エネルギーの消耗でパワーダウンしたサザビーに対し、一定の性能を発揮し続けて戦う姿が印象的でした。また、シャアがもたらしたサイコフレームにより、フィンファンネルの操作性が向上し、敵機の接近や脅威に対して警戒を促す装置としても機能したことで、攻守ともに優れた性能を発揮しています。最終的にサザビーに勝利した後は、どう考えてもモビルスーツで押し返すことができないアクシズを押そうとする際に、サイコフレームの共振によってサイコフィールドが発生。人知を超えた思念の力により、周囲の機体を弾き飛ばしながら、アクシズを地球の重力圏から離脱させることに成功しました。アハバージール。本機は、機動戦士ガンダムトワイライトアクシズの後半で登場した機体です。本作の最終戦では、アハバージール対クレベナールという、まるでデンドロビウムとノイエジールのような大型モビルアーマー戦が繰り広げられています。ただ、アハバージールは、アルパージールなどのテストベッド機で、通常の運用にとても耐えられない状態の機体であり、さらに、アルレットが、パイロットではなく、技術者ということもあって苦戦を強いられていました。しかし、サイコフレームの力によって和解して生還しています。ユニコーンガンダム光の結晶体。機動戦士ガンダムユニコーンにおける最終決戦でも、勝負の要となったのはサイコフレームの力でした。全身サイコフレームのモビルスーツであるユニコーンガンダムは、サイコフレームが最大強振することで緑色に発光し、人知を超えた力を発揮します。ネオジオングとの戦闘では、触れるだけで機体を崩壊させるソフトチェストタッチで、ネオジオングをフルフロンタルの中の迷える魂ごと成仏させました。その後、グリプス2から発射されたコロニーレーザーを食い止めるために、バンシーと共にサイコフィールドを発生させます。その際にサイコフレームが結晶化することで、最終形態であるユニコーンガンダム光の結晶体へと変化しました。光の結晶体状態になってからは、手を振りかざすだけで、モビルスーツの核融合エンジンを、まるで時を巻き戻したように解体することが可能になるなど、もはや、モビルスーツという枠組みを完全に離れた力を発揮します。ガンダムユニコーン終盤において、ミネバが、ラプラスの箱の真実を発信できたのは、サイコフレームとその性能を最大限発揮したバナージの強い思いがあってこそでしょう。ただ、光の結晶体は、パイロットが機体に飲み込まれる危険性もあるため、簡単に発動させてはいけない最終形態となっています。ユニコーンガンダム3号機フェネクス。機動戦士ガンダムナラティブにおける最終決戦機として、ナラティブガンダム C 装備のほか、デストロイモードへと変形したユニコーンガンダム3号機フェネクスが登場しました。ナラティブ C 装備は、最終決戦前に、サイコフレームを増加装甲として装着した姿で、基礎性能が高いわけではないナラティブガンダムの基本性能を底上げすることに成功しています。また、サイコフレームを装着したことで、フェネクスと共振してサイコフィールドを発生させ、セカンドネオジオングのアームユニットを分解するなど、人知を超えた力も発揮できるようになっています。それでも、ナラティブでは、セカンドネオジオングを撃破することはできず、ヨナハ満身創痍のナラティブからフェネクスへと乗り換え、フェネクスは、デストロイモードへと移行して機体を縛っていた端末を破壊。さらに、セカンドネオジオングをはるかに超える長さのビームトンファーを発生させ、徹底的に破壊しました。また、臨界反応をはじめ爆発寸前となったヘリウム3貯蔵タンクを巨大な翼状のサイコフィールドで包み込み、ヘリウム3を正常な状態へと戻しています。このように、ゼータガンダム1項の物語では、ニュータイプの思念を具現化するサイコマシーンが登場し、最終決戦では、モビルスーツの枠組みを超える人知を超える力を発揮する様子が多く描かれています。パーフェクトガンダム、パーフェクトジオング。アニメ版では、まだ第1部しか描かれていませんが、機動戦士ガンダム、サンダーボルトにおける最終決戦機は、パーフェクトガンダムとパーフェクトジオングになります。本作は、ダリルとイオの両方が主人公ポジションになっています。パーフェクトガンダムは、サイコザクマーク2に、フルアーマーガンダムの外装を取り付けた機体で、ニュータイプとして覚醒したダリルのパイロット能力もあって、作中で
最強格の性能を誇ります。一方、パーフェクトジオングは、同世代のモビルスーツの性能をはるかに凌駕する攻防一体の機体として、南洋同盟の機体を蹂躙する活躍を見せています。その分、サイコミュ兵器を扱う際にニュータイプへかかる負担がかなり大きいようで、火器管制を担当するリリーが戦闘中に鼻血を出す場面も見られました。この2機は南洋同盟とソーラレイを奪い合う最終決戦で圧倒的な性能を誇り、敵陣営を蹂躙しています。リユースサイコデバイスとダリルのニュータイプ能力の恩恵もあって、シンプルな機体でありながら圧倒的な強さを誇るパーフェクトガンダム。一方でパイロットであるイオがニュータイプではないものの、仲間と共に協力して戦い抜くパーフェクトジオングという対比が面白い2機となっています。ただ最後の敵はアナハイムエレクトロニクスになろうとしているので、また新たな展開を見せてくれるかもしれません。ガンダム F91。機動戦士ガンダム F91 で活躍した本機は、最大稼働状態で発生する質量を持った残像という特殊な効果を持ちます。F91 は最大稼働状態時には冷却フィンやフェースガードを展開して機体の冷却を行います。しかしそれでも冷却が追いつかないほど機体が熱されている場合は、装甲表面にを剥離させる MEPE という現象によって強制的に冷却しようとします。その際、剥離する熱を持った塗装や装甲がモビルスーツの形状をかたどることで、デッキのセンサーに複数のモビルスーツが存在していると誤認させられるという仕組みです。ラフレシアとの戦闘中に F91 が MEPE を発生させたことで、ラフレシアのセンサーは剥離した装甲をモビルスーツとして誤認し、テンタクラーロッドで残像を追尾し始めます。こうして MEPE によってラフレシアを翻弄し、撃墜に成功しました。それまでの宇宙世紀ストーリーの奥の手が人知を超えた力だったのに対し、残像という新たな奥の手が登場したことで衝撃を受けた方も多かったのではないでしょうか。なお MEPE は発動すると機体の装甲が離れていくという性質上、後年の量産型 F91 では基本的には発生しないように改良されています。 V2 アサルトバスター。機動戦士ビクトリーガンダムにおける最終形態が V2 アサルトバスターとなります。コンセプトとしては王道のフルアーマー間で、長距離用のバスターパーツと中距離用のアサルトパーツを同時装着したことで、全距離に対応できる大火力のモビルスーツとして完成しています。またフルアーマー化は装備重量の増加により運動性、機動力や燃費の悪化を招くものですが、 V2 のメインスラスターであるミノフスキードライブは推進剤を必要とせず、理論上は高速まで加速できる代物であるため、フルアーマー化のデメリットをほぼ打ち消した最強の形態となっています。武装が増えた分、操作性も煩雑になっていますが、光の翼という欠陥すら武装として転用するウッソの天才的な操縦センスによって、エンジェルハイロー攻略作戦後半ではほぼ短期で守備艦隊を突破し、エンジェルハイローを陥落させる活躍を見せました。とはいえ戦いの中でバスターパーツもアサルトパーツもかなり早い段階で破壊されたので、アサルトバスターの登場シーンはあまり多くありません。また最終戦では光の翼をビームシールドで包み込んでゴトラタンのメガビームキャノンを防ぎ、さらにエンジェルハイローを破壊しています。光の翼は推進装置でありながら余剰出力がビームになるという仕組みから欠陥兵器とも言えるものですが、ウッソの奇抜な発想もあって使いこなせば究極の兵器として活躍しました。ゴッドガンダム。機動武闘伝 G ガンダムでは特に最終決戦用に新たな武装は追加されていません。しかし登場者であるドモン次第で強さが変わります。本作の設定ではモビルファイターに使用されているガンマユニフィケーショナルディマリウム合金が登場者の感情に反応することで形状や色の変化などを引き起こし、時に想定された性能以上の力を発揮可能とされています。ゴッドガンダムのハイパーモードはまさに機体へ登場者の精神がフィードバックされた状態で、理論上は登場者であるドモンの力量によって限界を超えてパワーアップできます。最終決戦においてはデビルガンダムに取り込まれたレインへ向けた一世一代の告白後、2人の愛から赤波ラブラブ天狂犬という誰も知らない新技を編み出し、見事デビルガンダムの破壊に成功しました。中からキングオブハートが出てきたシーンで度肝を抜かれた方も多いのではないでしょうか。ウィングガンダムゼロ。新機動戦機ガンダムウィングではツインバスターライフルを装備した
ウィングゼロが決戦の行方を分けました。ウィングゼロの強みは最高の火力、最高のパワー、最高の機動力にあります。最終決戦では格闘戦に特化したエピオンとの一騎打ちで辛くも勝利する活躍を見せました。その後、大気圏に背中越しに突入したまま地球へ落下するリーブラをツインバスターライフルを照射し破壊できたのも並外れた推力とパワーあってこそではないでしょうか。エンドレスワルツでは上空から対核シェルターへツインバスターライフルを照射し完璧なシェルターシールドを破壊しました。ガンダム作品では基本的に新しいモビルスーツの方が高性能な機体になっていく中、ウィングゼロは約15年前に設計されているにもかかわらず強すぎて封印されたという珍しいケースになっています。ガンダム WX 機動新世紀ガンダム X の最後に勝敗を分けたのはガンダム WX のツインサテライトキャノンでした。最終決戦ではフロスト兄弟の策略によってマイクロウェーブ送電施設が制圧され、サテライトランチャーによる新連邦宇宙革命軍への無差別な攻撃が行われます。そこへ立ちはだかったガンダム WX が占拠されたはずの送電施設からマイクロウェーブを受信。サテライトキャノンとサテライトランチャーの撃ち合いにより両機は大破。マイクロウェーブの送電施設も消滅しました。サテライトキャノンは多くの命を奪う戦略兵器として当初忌避されていましたが、ナロードは多くの人物との出会いを通じて過ちは繰り返させないという考えを持つようになったので、サテライトキャノンを安易に敵機への攻撃に使うことはありませんでした。なお、最終戦の撃ち合いでマイクロウェーブ送電施設は消滅しましたが、後日談の漫画あなたと一緒ならでは、送電施設がない世界観にもかかわらず、サテライトキャノンを搭載したガンダム X3 号機が登場しています。もしかしたら送電施設がなくても、サテライトキャノンが存在すると見せつけることで、新たな戦争の抑止力になるということなのかもしれません。単影ガンダム。単影ガンダムでは、単影ガンダムの月光町が最終決戦の要となりました。無数のナノマシンが散布し、人工物を塵にする月光町は、ターンタイプのモビルスーツと対峙する際には、ほぼ必ず対面することになるシステムです。そのため、ターンタイプと戦うのであれば、月光町の影響を受けないよう対策をするのは大前提となっています。実際、最終決戦でも月光町を展開したターン X とまともに戦えたのは、同じく月光町を発動したターン A だけでした。月光町を両者ともに展開していたからこそ、2機の間では単純なモビルスーツ同士の戦いが繰り広げられます。最終的に両機とも相打ちとなり、暴走した月光町によって繭に包まれ封印されました。作中でのターン A ガンダムはマウンテンサイクルから掘り出された機体ということで、その性能が未知数でしたが、実際はガンダム作品全ての文明を終わらせてきた最強の存在ということが発覚し、他作品の最強格のガンダムとは比較対象にしてはいけないとファンに言われるまでの存在となっています。フリーダム。機動戦士ガンダムシードの最終決戦ではミーティアが登場しました。ニュートロンジャマーキャンセラーによってもたらされる無限のエネルギーとマルチロックオンによるフルバーストでプラントへ降り注ぐ核ミサイルを残さず破壊。その後、ジャスティスとの連携で核を搭載したピースメーカー隊とカラミティの撃破にも成功します。無限の核エネルギーも相まって圧倒的な火力を見せつけました。プロビデンスとの戦いではミーティアのスラスターを破壊されたことでパージ。無限に飛んでくるドラグーンに苦戦を強いられますが、高機動力で肉薄し、プロビデンスの撃墜に成功しました。ストライクフリーダム、インフィニットジャスティス、デスティニー。機動戦士シードデスティニーの主役は、キラ、アスラン、シンの3人とされています。そんな本作の最終決戦では、レジェンドを加えた4機は全てニュートロンジャマーキャンセラーを搭載しているので、エネルギー面での優位性はほぼありませんでした。また、中継ステーション破壊のため装備していたミーティアも、プロビデンスとの戦いの際にデッドウェイトとなった経験からか、デスティニー、レジェンドとの戦いの直前にパージしています。そのため、勝敗を分けたのは、パイロットの差が大きかった印象を受けます。ただ、最終的には、キラとアスランが勝利しましたが、レイとシンが能力で大きく劣っていたというわけではありません。特に、シンは、それまでの戦いで精神的に追い詰められ、戦闘中に錯乱するほど弱っていたため、
ジャスティスに傷をつけることもなく大破されてしまいました。レイもまた、キラの言葉で生まれた隙を突かれ、フルバーストで機体を大破させられています。そのため、勝負の決め手になったのは、パイロットの精神状態の差だったのではないでしょうか。マイティストライクフリーダム。機動戦士ガンダムシードフリーダムでは、最終形態として、プラウドディフェンダーとストライクフリーダム2式がドッキングしたマイティストライクフリーダムが登場しました。ナノ粒子を機体前面に展開することで、ビームやミサイルを無効化するバリアや、戦艦やドラグーンの機能を停止させる電撃攻撃など、同時期のモビルスーツとは、一線を画す性能を誇っています。さらに、頭部からは、照射した対象の原子を崩壊させる、防御不可能の収束重核子ビーム砲、ディスラプターを照射可能です。本形態になってからは、終始苦戦していたブラックナイトスコードカルラを一方的に蹂躙していきます。カルラには、大型ドラグーン、ジグラートや、ビームを無効化するフェムテク装甲など、当時の最新技術が多く盛り込まれていましたが、マイティストライクフリーダムは、それら全てをものともしない活躍を見せました。合体前は、モビルスーツの性能で強さが決まるわけじゃないと言っていたキラですが、むしろ、最終形態への移行後は、あまりにも一方的な戦いになってしまったため、いささかオーバースペック気味なのは否めません。まさしく、文字通り最終形態と呼べる機体なのではないでしょうか。ガンダムエクシア、00ライザー。まず、機動戦士ガンダム00ファーストシーズンの最終決戦では、追加装備である GN アームズとドッキングしたエクシアが登場しました。そして、国連軍との最終決戦では、大型 GN ソードなどを生かし、アルバトーレの兵装を着実に削りました。その後 GN アームズは撃破されますが、パージしたエクシアに装備されたセブンソードとトランザムで、コアモビルスーツであるアルバーロンを撃破。戦力的に圧倒的に不利だったソレスタルビーイングが辛くも生き残れたのは、GN アームズとトランザムという国連軍側が把握できていなかった兵装によるところが大きかったのかもしれません。セカンドシーズンでは、最終決戦仕様として、GN ソード3を装備した00ライザーが投入されています。00ライザーは、ライザーソードのような超大型ビームサーベルを持つほか、人類を革新に導くシステムであるトランザムバーストという未知の現象を引き起こすことができます。また、機体を量子化させるという規格外のことも可能です。ガンダムを超えた機体という意味から、ガンダムの名が付かない00ライザーという名称になっていますが、その名の通りモビルスーツの枠組みを超越した機体になっています。00クアンタ。劇場版機動戦士ガンダム00アウェイキニング・オブ・ザ・トレイルブレイザーでは、最終決戦用に製造された00クアンタが登場しました。本機は、他の最終決戦機とは違い、戦闘力の向上ではなく、相手との対話を進めるための調整がなされました。そのため、00ライザー以上の高濃度粒子領域を展開できるクアンタムシステムを持ちます。これが、地球外生命体である、エルスとの対話を成功させる鍵となりました。エルスとの対話ができる機体は、00クアンタしかなかったため、本機がなければ、戦力で圧倒的に劣る人類は、間違いなく滅亡していたと思われます。また、本機は、戦闘ではなく、対話を前提として製作されていますが、対話できる状態へ持ち込むための兵装として、GN ソードや GN ソードビットなどが装備されています。そのため、これらの武装を用いて、超大型エルスの表面を切り裂き、中枢へとたどり着くことに成功しました。なお、本機もガンダムを超越した存在ということで、ガンダムという名称がつきません。最終的に、エルスの母星へ旅立った後は、エルスクアンタとして地球へ帰還しました。映画内では、エルスクアンタの活躍は描かれていませんが、生命体であるエルスと融合した姿ということで、モビルスーツの枠組みを超えた未知数の機体になっています。ガンダムエイジ FX。機動戦士ガンダムエイジにおける最終形態としては、ガンダムエイジ FX が登場しました。本機は、鉄器を切り刻む C ファンネルを持つ機体で、パイロットを殺さずに鉄器を破壊していきます。また、特殊能力である FX バーストを発動すると、C ファンネルのコネクター部から青白いビーム刃を展開した状態になり、高い機動力を活かして、戦場を飛び回りながら鉄器を切り裂いていきます。初使用となったザナルド戦では、相手を殺さずに瞬時に切り刻むという圧倒的な強さを見せていました。また、ベイナンギアシドとの戦闘でも本形態を使用し、一方的に鉄器を蹂躙しながら、登場者であるゼラキンスを助け出すという活躍を見せています。
G セルフパーフェクトパック。 G のレコンギスタにおける最終形態は G セルフパーフェクトパックとなります。モード変更によって砲撃戦特化のアサルトパック、格闘戦特化の高トルクパック、ビーム吸収が可能なリフレクターパックなど、今まで使用してきた全てのバックパックと同等の性能を発揮することが可能です。それに加えて多彩な武装を持ちますが、中でも本機の最も恐ろしい武装はフォトントルピードでしょう。反物質を閉じ込めた結晶体を広域に散布し、接触した物体を文字通り消滅させます。結晶体は広範囲に高濃度で散布されるため、防御も回避もほぼ不可能となっていて、散布範囲内にいた機体を文字通り消滅させることが可能です。使用後は凄惨な光景が広がるため、搭乗者への精神的負担が大きく、ベルリは一度使用した後、この武器を封印していますが、もし最終決戦のカバカーリー戦で使用していたら、勝負は一瞬で終わっていたかもしれません。バルバトス・ルプス・レクス。本機は鉄血のオルフェンズにおけるバルバトスの最終形態となります。当初のバルバトスに比べて2倍以上巨大化したメイスやハシュマルの残骸から転用したテールブレイドなど、三日月の野生的な戦闘スタイルを最大限発揮できる改修がなされています。また荒屋敷によって機体と一体化していく三日月に合わせ、機体の反応速度も理論上の限界値まで高められました。最終決戦でも数で勝るギャラルホルンに対してグシオンと共に悪魔と恐れられており、ダインスレイブによる攻撃で機体が中破しなければ短期で敵を全て駆逐できていたと思えるほどの戦いぶりを見せつけています。最終的にパイロットも機体も限界を迎え打ち取られてしまいますが、ルプスレックスの性能と三日月の執念深さがなければ残存する鉄火団のメンバーが生き残ることはできなかったのではないでしょうか。逆にダインスレイブがあればガンダムフレームがなくても厄災戦は終結していたような気がしますが、気にしてはいけないのかもしれません。キャリバーン。水星の魔女ではエアリアルのエスカッシャンと合体したキャリバーンが最終決戦の最後に登場しました。キャリバーンは20年前に製造されており、ウィングゼロと同じく古くに作られた機体が現代の機体よりも高性能というケースです。搭乗者のことを考えない代わりに高性能という曰く付きの機体のため、スレッタ以外ではその進化を発揮することはできません。そんなキャリバーン最終形態の強みは、パーメットスコアが8を超えた際に発揮される陣地を超えた力にあります。最終決戦終盤ではエリクトの力を借りてエアリアルのエスカッシャンを装着したキャリバーンはパーメットスコア8を超えた領域へと到達。キャリバーンの発するデータストームは無人のガンダムすら起動させ、キャリバーンの元へと集結させます。そして集結したガンダムが展開したデータストームにより惑星間レーザー送電システムをオーバーライドして機能を停止させました。限界を超えてガンダムの性能を引き出した代償か、戦闘後にクワイエットゼロや3機のガンダムとともにパーメット粒子となり消滅しました。そのため作品的にはたった1回限りの奇跡のような最終形態となっています。しかし本作はパーメットがなくてはならない世界であり、いわば宇宙世紀シリーズでいうところのミノフスキー粒子を操れる能力を持った機体のようなものなので、世界の全てを変えられるほどの最強の機体とも言えるのではないでしょうか。ということで以上、主役機の最終形態の強さでした。宇宙世紀シリーズではニュータイプの思念を体現するモビルスーツが増えていったため、宇宙世紀100年まではサイコミを応用した機能を持った機体が増えていきました。しかしそれ以降の作品では表向きはサイコミの力はあまり表現されなくなっていき、それぞれの機体に特徴的な機能が組み込まれている印象を受けます。また古い機体であってもパイロットの技量で圧倒するなど機体性能に依存せずに戦い抜くケースも見られます。個人的には性能よりもパイロットの意志の強さで苦境を乗り越えていく姿に惹かれますが、皆様はどの最終形態が好きですか？ぜひコメント欄で教えてもらえたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。